美味しかったって言って帰ってくれるお客さんいると安心しますね。力めっちゃ使いますね。お待たせしました。お待たせしました。ありがとうございます。たまに来るけど大変美味しい。甘い感じの、歯応えもいいし。します。お願いしました。人に優しくて思いやりができるやなって本当に一緒に働いて思います。奥で水回しとかしながらやっぱ手打ちでしかできないそのもっちり感とかをもうどの店よりも出していきたいかなっていうところですかね。僕もうどんが大好きなんでどの店よりも追求したいかなって、限界まで加水するんでその粉のそれがこの店の売りです。なんか触った時にダマがないぐらいまで。この一玉で10人前ぐらいなんで60、これで6、70ぐらいですね。そうか。一回回してよ。ですね、力めっちゃ使いますね。10分15分とかそれぐらいです。なんか均等に踏めるようになんか橋本ちゃんとなんかシートを引き直してとかきっかけはラーメン屋で働いてて、でなんかうどん屋やるって言ってたんで、じゃあ私も手伝おうと思ってって感じですかね。バイトは飲食で仕事は看護師してたので。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。すみません。失礼します。ありがとうございます。1000円になります。
緑のエノウォームでコーディネート。触れた瞬間、ふわっとぬくもる吸湿発熱素材であったかい。相手の席どうもらえるんですか？かき揚げ1お願いします。回復力とともに効果を発揮。なんで説明してもよくわからない。まだ新米。さあ、ジャスミン。心が振り向く。参加できるっていうことは、自分たちの要素なので、それを全国大会でも。かき揚げさんです。結構大盛りです。
いします。お願いしました。味噌。うん、味噌。たまに来るけど大変美味しい。好きだけど甘い感じの、歯ごたえもいいし。肉うどんの大盛りで、かしわをつけてください。お願いします。大盛り肉です。お待たせしました。失礼いたします。大盛りの肉うどんになります。お塩の天ぷらは後ほどお持ちいたしますので、少々お待ちください。します。柏の天ぷらにします。お願いします。お待たせしました。お待たせしました。天気を置いておきますね。失礼いたします。3回4回目なんですけど、やっぱ出汁が美味しい。美味しいね。美味しかったです。美味しかったです。はい、いつも。出汁が効いていて、歯ごたえがあって美味しかったです。いらっしゃいませ。そうですね。牛バラと筋をミックスさせて。おかげさまで100周年金貞ナパエンジニアリングチャーシューいっぱい牛バラはエビが立ってる感じのこだわってる感じなんで。ですね、あんまり私も見ないなと思って今撮ってみました。
はい。お願いします。かき揚げ肉ですかね。かき揚げうどんに使う玉ねぎ。ありがとうございます。ありがとうございます。人に優しくて思いやりができるだなって本当に一緒に働いて思います。お父さん大好き。シンプルになんか美味しかったって言って帰ってくれるお客さん見ると安心しますね。やりがいになりますね。もう本当何事にも一生懸命でちゃんと全部のことに意味を持ってやってるみたいな感じですかね。すごいかっこいいなと思いますね。中学校の時とかは嫌いじゃないですけど、やっぱなんか父を見られるのが恥ずかしいみたいな時期があって、思春期なのかわかんないですけど、でも全然今は全く仲がいいですね。父の面白さにやっと気づいたって感じでなんか怒られた記憶が本当に一回もなくて、お兄ちゃんはめっちゃ怒られてましたね。これでもう終わりですね。これで、さっき伸ばした生地につながるって感じです。足踏みして時間置いて丸作って、でちょっと時間だったらこんな感じでなんか馴染んでくるんで、ツルツルに。名前を付けた名付け親だから、この味に対しては絶対なる自信を持ってます。具いっぱい乗っててめちゃくちゃ美味しかったですね。定期的になんか無性に食べたくなるんで。僕も70じゃないですか。まあ楽したいし、家族と一緒に旅行に行きたいというそういう気持ちもあるんだけども、あんかけに対する思いがちょっと強すぎちゃって、もう食べ物っていうのは感動を与えるものだと思ってますからね。自分の20歳の時から来てから一番パンチが効いてるんじゃないかな。あんかけで全てをこの人生をやってきて、もう最後の晩餐にするとしたら絶対あんかけで。
まあ、今まで20店舗ぐらい作ったことはあったんだけどね、このお店なので、この頃からもうフランチャイズ募集、興味よりね味に惚れたっていうか、こんな美味しい味が結局名古屋にあるんだと、この味を広めたいなっていうのがきっかけですよね。いろんなあんかけスパゲティ100店舗以上ありますからね、自分の好みに合った味があれば一番いいねと思えばそれでいいし、自分は天職だと思ってるし、もう最後の晩餐にするとしたら絶対あんかけで、僕の棺の中にあんかけだらけにしてほしいなって思うぐらいね、あんかけが好きなんです。塩とうまみ調味料とブラックペッパー、喉元にガツンとくるブラックペッパーを使ってますけど、ほとんどのお店さんはホワイトペッパー、ブラックペッパーとホワイトペッパーの違いってどこかというと、要は収穫の時期なんですよ。実をずっと乾燥させたやつがブラックペッパーです。名古屋はね得意な文化なんですよ。ちょっと味がちょっと濃いんだよね。でグツグツ煮込んで200度のオーブンの中で3日間じっくり仕込んでできたのがソースです。もう食べ物っていうのは感動を与えるものだと思ってますからね。まあ20キロからそうですね25ぐらいまでは下の方に麺がひっついちゃうんで。ゲラルムセモリーナを 80% かそこそこやって、あと 20% を協力小麦粉とかそういうふうにやる。水とでんぷんを混ぜますね。そうすることによってダマを少なくさせる。ここに流し込みます。一気に流します。1分以上かき混ぜます。でんぷんと水をしっかりかき混ぜなかったり、加熱を1分以上しないとダマが残りやすいんですよね。均等的にあんが固まりますよね。で最後まで食べていただくためにあえてとろみをつけます。とろみが強ければ強いほど元の味がね濃くないとダメなんです。ちょうど池下の方で人がいないということで、僕そこで店長やってまして、で飲食自体が初めての経験でして、ちょっとやってみようかなっていう感じで、ちょっと右も左もわからない、マスターにちょっといろいろ助けていただいて。これだけとろみが強いとね、元の味が濃くないとダメなの。全て麺をかぶせなくてはいけないもんで、相応の量を出さないとダメなんですよ。とろみが強いほど
原価が高くなる。名前を付けた名付け親だから、この味に対しては絶対なる自信を持ってます。僕も70じゃないですか。これで区切りようと思って、まあ楽したいし、家族もと一緒に旅行に行きたいというそういう気持ちもあるんだけども、あんかけに対する思いがちょっと強すぎちゃってかなり負けられてるんだけども、自分で思ってるあんかけの思いをもっともっと伝えるためにはどうしたらいいかなと思ったら、突然こういうあんかけコロッケとかね、これがね目覚めてきたんですよ。あんかけで全てをこの人生をやってきて自分は良かったと思ってるんだけども、その良かった自分の気持ちを皆さんに伝えたいなと。僕は笑って深海なんだと思ってる。そういう食べ物をこうやって作りました。じゃあこの中の投入します。ここからこうやって入れて、でここでスイッチ入れて、菌が発生する温度帯っていうのは40度から20度までの間、そういう温度を避けて、それより下へマイルドソースっていう名前で、だからかつおだしと昆布だしで取った味にあんかけソースの素を加えて、胡椒も入ってないんですよ。だから意外と食べやすいから、女性お子様が結構好まれます。マイルドソース。あんかけスパゲッティが広がらない理由は、情報の発信力がないからっていうの。お互いに競い合えるようにすればいいのに、何もそれを発信しないっていうところにもどかしさがあるから、僕はずっとそれを思っとったから、今それを逆に言えるとしたら YouTube しかないと思ってしゃべってるんですよ。
金沢のトングハム。はい、お願いします。まあ、今はたまに、昔はかなりの頻度で、年数は長いですよ。自分45年は来てるんじゃないですか。自分が20歳の時から来てるから、相当なの。一般的にあるあんかけスパゲティの店と比べると、一番パンチが効いてるんじゃないかな。辛い方が好きな人にとっては、はい、最高なお店です。ちょっと待っててください。このソースが胡椒の辛みがあって僕大好きなんですよ。もうやみつきになります。めちゃくちゃ美味しかったです。よく来ますね。定期的になんか無性に食べたくなるんで。家でよくレトルトの辛み系のやつを作って一人で食べてたんですけど、店に来たのは今日が初めてで、この具いっぱい乗っててめちゃくちゃ美味しかったですね。よく来られてるんですか？ちょこちょこお邪魔してます。なんかおすすめのメニューとかってありますか？やっぱりオリジナルの辛め亭スパさんが一番あれですけど、僕が密かにこれを結構好き。今日はオリジナル辛め亭スパいただきましたけど、習慣的にというか食べたくなる、はい、あんかけスパ。やっぱり食べた後の満足感が大きいと思います。こちらのあんかけスパが多分あんかけのスパの元祖じゃないか。撮影ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい。天ぷらンチとミラカンの S。はい、ありがとうございます。S で。はい。6歳。なんていう
もう相変わらずの、いつも美味しいです。昔からまあチャオとかねいろいろあるけど、もう僕はここばっかり。いつも僕はもう定番のここの普通のあんかけスパになっちゃうんだけど、やっぱりでもミラカンとかねあの辺が一番人気あるんじゃないかな。いつもね話しかけてくれるし頑張って見えるんで。それではとんかつって言ったら三元豚っていうぐらい人気があるもんだから自家製でうちでも使ってみようかと。カントリーが S？あんかけスパゲティ。大体110度ぐらいで110度まで上げてざるにこして油を切って、出来上がった時がちょうど温度的には90度ぐらい。皿に持って温度はちょっと取られちゃうんだけどお客さんのところへ届ける時には65度ぐらい以上だったら熱くても美味しいねっていう話。まああとはスピード、食べたらさっと仕事に出る。早いはいいよ、いいに決まったでしょ。20キロぐらい車でね40分ぐらい離れたらこれ技が。辛さときびれっていうか。何頼まれたんですか？ピカタ。そうだね、こっち来るときは言ってるけど、やっぱね、あんかけのスパの中でも濃いっていうのもあるけど一番あんかけらしい。
うなんでからいやいや絶対自分からやってるんじゃない。ミラカンにチキンにソース増量だよ。これソース増量これ。これチキンって書いてるじゃん。部位がね、牛肉でも3種類。6ミリのミンチと2ミリのミンチと、もう一つは牛バラのスライス。あれを手切りにして、でそれを3種類合わせて。ビジネスはうまいこといかないんですよ。で僕の商売のやり方は。焼肉がします。番号7380。カントリーです。はい、カットです。お願いします。だからお客さんは何を求めて結局来るかっていうところも戦略でやってますね。これも僕が松坂におったから戦略食べれる戦略。番号7380。カントリーです。はい、カットです。お願いします。同業者が力を合わせて自分のとこだけじゃなくてこのあんかけスパゲティの美味しさを広めるために一致団結して盛り上げた方がもっとあんかけスパゲティの業界自体が良くなると僕は思ってるんですよね。花椒なんていうんですかね、中国の山椒なんですけど食べた後香りもすごいですね。舌がなんかちょっとヒリヒリするということからなんかしびれ。最後の晩餐というか一番自分が食べたいものっていうのはこれしかないと思ったんですよ。これを全国のいろんな人にこの味を結局みんなに食べてもらいたいし、名古屋のあんかけっていうのはこういう味なんですよっていうところを教えてやりたいために僕は今まで
70で辞めるところ71でも頑張ってます。チャーシューエッグが結構量がいっぱいです。はい、お願いします。何でも美味しいと思うけど、餃子美味しいし、唐揚げが美味しいと思うし、70年っていうお付き合いをさせてもらってますけどね。ね、やっぱりいつまでも続けれるのがやっぱり一番いいかなと思う。コロナであれなのもその営業時間が確保できないっていうのもあるし、新規のお客さん新しいことをやってできないかなっていうのと、最初のうちはもう全然そんなに都会でもないので、なかなかねその周知されるのにやっぱり1年半ぐらいは本当になんかただ開け取るだけでっていう今は600円ですね。それでちょっとしんどいんで。仕込みが始まないと6時ぐらいから動いても間に合う。夜店終わってからそれこそ買い物出たりとか、チャーシューエッグとかに朝に使うと卵がないとかってなると買いに走ったりとかするんですけど。入って汁がなくなったらもう炊き上がりなんで、その時間はかかんないですね。2つで、はい。ちょっと2つ。食べてからですね、多いと丼を持ち帰りね。すいません。
チャーシューエッグが結構量がいっぱいです。5人やな。はいよ。お味は。美味しいですね。ごちそうさまでした。まだ今日は2回目ですけど、チャーハンも美味しいし、唐揚げも美味しいし、餃子も美味しいし、何ライドも美味しいです。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。はい、ごめんなさいね。すみません。俺の出したら。2つで、はい。セット2つで。美
しめしあのペースには付き合えん。ありがとうございました。ああ、まあいいよ、なかなかできる。ご飯どうしましょう。大きい方、小さい。大きい方。大きい方、はい。水1個。うん。勘違いされた。はい、お願いします。幾度しなしね。はい、一番上はしょうがなし。ちょくちょくとお持ち帰りとかいつも何でも美味しいと思うけど餃子美味しいし唐揚げが美味しいと思うし何十年っていうお付き合いをさせてもらってますけどね。ありがとう。お願いします。ありがとう。
チャーシューエッグ丼。チャーシューエッグ丼、はい。ラーメンチャーハン。はい。はい。ラーメンチャーハンとラーメンチャーシューエッグ丼です。チャーシューエッグ丼ですね。すみません。あ、はい、ありがとう。豚骨ラーメンと中華飯ね。もうドラゴンボールのこ豚骨ラーメンと中華飯。はい。単品で。単品で、おともね。はい。こちらの方は地元の方なんで、よく来られるみたいです。はい、五目ラーメンです。すみません。2000円になりますね。すみません。4人さん、カウンターで。はい、チャーハンですね。ごめんなさい。すみません。はいですか。すみません。いつまでも続けれるのがやっぱり一番いいかなと思う。